んにちは、古写真研究員の井田倉です。今回は第5話、浅草区の部です。ここは浅草寺の本堂の前です。まずは明治時代の浅草寺からご案内します。浅草寺の本堂です。聖観世音菩薩が奉安されているので、観音堂とも呼ばれます。創建は推古天皇36年。西暦でいうと628年になります。現在まで20回ほど焼失と再建が繰り返されました。この本堂は慶安2年に再建されたものですが、昭和20年の東京大空襲で焼失してしまいます。この写真は明治10年頃に撮影されていますので、230年くらい経った道具です。こちらは仲見世通りから見た仁王門と五重塔です。この仁王門と五重塔も慶安2年に再建されたものですが、こちらも東京大空襲で焼失しました。仁王門は昭和39年に再建され、宝蔵門と改称されました。そして五重塔は昭和48年に私の後ろにある宝蔵門の西側、あちら側に再建されました。そして宝蔵門の東側には二尊仏が置かれています。二尊仏です。左が静止菩薩、そして右が観音菩薩です。お堂がなく、雨や雪の日は体が濡れてしまうので、濡れ仏とも呼ばれています。江戸時代初期に作られました。現在はこんな風に上に登ったりできませんが、この頃は結構自由だったんですね。この坊やはちょうど良いところを見つけたようです。ここに五重塔が見えます。ここに五重塔、ここに仁王門の屋根が見えます。建物で見えませんが、二尊仏はこの辺りです。この辺りには弁天池がありました。ここに小さな山があって、山頂には弁財天が祀られています。こちらの鐘楼には時の鐘がかけられています。松尾芭蕉が花の雲、鐘は上野か浅草かという句を読むほど江戸時代からの有名な鐘です。池は現在埋め立てられてありませんが、私の後ろが弁天堂です。そしてこちらの時の鐘は毎朝6時と除夜の鐘を聞くことができます。こちらは仁王門の2階から浅草寺の表参道になる仲見世通りを見下ろしています。仲見世通りには江戸時代からこんな風に小屋のような土産屋などが立ち並んでいましたが、明治18年にはこのようなレンガ造りの建物に統一されます。この屋根が仁王門です。右側のここに文清水、本屋さんですかね。ここには各国帽子、シャツ、左手前にははじけ豆とあります。きれいに整列された近代的な仲見世になりましたが、この仲見世は大正12年の関東大震災で倒壊してしまいます。その後、木造のこんな建物になりました。こちらもここに仁王門があります。震災後の復興後間もない頃です。右側のここには書籍、雑誌、その奥に帽子各種、左手前にははじけ豆。建物は質素になりましたが、お店は健在だったようです。雷門前です。雷門は結構古くからあったんですが、慶応元年に焼失してしまいました。昭和35年にやっと再建され、今に至ります。
なので明治時代や大正時代の写真はないんです。ところで私は今人を待っているんですが。はい、こんにちは。どうもよろしくお願いいたします。はい、時代屋の私、臼井と申します。人力車の社員やってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は時代屋さんに協力してもらい、人力車で浅草の街を歩いてみたいと思います。はい、じゃあ早速人力車の方にどうぞ。はい、じゃあ早速足元に気をつけてご乗車ください。階段上がるように下です。気をつけて上がってくださいね。はい、ありがとうございます。はい。当時の浅草区というのはここです。ここが上野不忍池、神田川、隅田川です。ここが先ほど言った浅草寺の仁王門です。絵図を拡大しました。当時はありませんが、雷門はここです。浅草寺の西側は江戸時代、日よけ地でしたが、明治時代になって浅草公園となり、明治16年にひょうたん池と呼ばれた池が掘られました。この辺りには花屋敷、この辺りには凌雲閣という12階建ての塔が立ちます。この通り沿いには見せ物小屋や劇場などが立ち並ぶ歓楽街になります。この辺りにはパノラマ館ができます。まずは浅草公園地のひょうたん池からこの矢印方向に凌雲閣を見てみましょう。中央に立つ大きな塔が12階建ての凌雲閣です。明治23年に竣工しました。高さはおよそ52メートル。日本初の電動式エレベーターが2基あって、外国製の商品を売るテナントが入り、喫茶室などもありました。10階から12階までは望遠鏡を設置した眺望室です。大人8銭、子供は4銭の入場料を取りました。8銭は今の1600円から2000円くらいですかね。ひょうたん池は昭和26年に埋め立てられ、現在はこのようにビルが立ち並んでいます。このビルの向こう側に凌雲閣がありましたが、大正12年の関東大震災で半壊し解体されました。記念碑があるようです。これは凌雲閣の眺望室からの眺めです。中央にひょうたん池があります。左の森が浅草寺の南西側にある伝法院です。遠方のこの赤く色がつけられているところが浅草寺前の仲見世です。この通りが見せ物小屋や劇場などが立ち並ぶ歓楽街、現在のロックブロードウェイです。ここに写真館らしき建物があります。壮観な眺めですね。これは8銭払ってしまう。浅草寺周辺は明治になると公園地に指定されました。明治17年になると1区から7区まで区画されます。ここ6区は歓楽街として発展します。昭和になるとどういう風に変化するんですか？そうですね、昭和の初め頃までは劇場映画館がずらりこちら立ち並んでたそうなんですけど、東京オリンピックを境にだんだんと映画館とか劇場は6区から少なくなっていくというようなですね、時代に入っていったそうでございます。こちらは明治末頃のロックブロードウェイです。ここに大正館とあります。旗でうまく見えませんが、ここに活動写真と書いてあります。明治41年に開業した今でいう映画館です。お隣はここに世界館とあります。これは地球儀でしょうか。一番奥に凌雲閣が見えます。賑やかなのが伝わってきますね。この大きな建物はパノラマ館です。明治23年に開業しました。円筒型の壁の内側に沿って巨大なパノラマに描いた絵が吊るされていて、中央からそれを眺めるんです。パノラマの前には
人形や模型などが置かれ、臨場感のある光景が広がりました。人気があったんですが、活動写真の普及で明治42年に閉館します。ここに日清戦争と書いてあるので、戦いの様子が観覧できたようです。ここはお寿司屋さん。隣のこの建物はまたもや写真館です。こちらは明治20年代の花屋敷です。花屋敷は幕末期の嘉永6年に植物園として開園しました。遊具はブランコしかなかったそうです。明治18年に経営者が変わり、虎や熊などの動物を展示するようになります。ここに虎の絵が置かれています。明治20年にこの5階建ての大山閣が移築され、明治23年には蓄音機が備え付けられたそうです。ここに鳳凰の彫刻が置かれているので、鳳凰閣とも呼ばれていました。建物の中には生き人形などの展示物が置かれていたそうです。こちらは明治40年頃の花屋敷です。先ほどの門は東門で、こちらは西門。ここに大山閣の鳳凰が見えます。明治40年頃にもなると見せ物が増えたようで、ここに活動大写真、ここには山柄書芸、ここには万国鳥獣募集とあります。ここに虎、ワニ、ライオン、これは象ですよね。花屋敷に象がいたのは大正12年に起こった関東大震災の後で、大山閣はその震災で倒壊してしまいますので、この絵は客寄せのようです。象がいるのかと思っちゃいますよね。花屋敷の正雲閣門前です。門は今も東西に一つずつあって、現在は遊園地として浅草の観光スポットになっています。花屋敷から浅草寺の西側を進み、雷門を通り越してこの橋、大川橋と書かれていますが、現在の吾妻橋です。次はここからこんな角度で吾妻橋を撮影したもの。そして吾妻橋を渡り、対岸を北に進んで、この桜の横からこの角度、ここにある松千山正殿の眺めです。吾妻橋が最初に架けられたのは今から247年前のことです。最初は絵図にもあった大川橋と呼ばれていました。その後何度か架け替えられています。この橋は明治20年に架けられた鋼鉄製のプラットトラス橋です。隅田川で最初の鉄橋になります。こちらは先ほどの鉄橋が架けられる前の木製の吾妻橋です。明治9年に架けられたもので、架橋の際に大川橋から吾妻橋と正式に命名されました。明治18年に大洪水が起こり、上流にあった千住大橋が流され、橋桁がぶつかり流出してしまいます。そうしてこの鉄橋が明治20年に架けられました。この写真は新しい吾妻橋が完成した時の祝典の様子です。右側に橋があって、左側に提灯で作った開経の文字があります。すごいにぎわいですね。ただこの鉄橋は橋板が木製だったので、大正12年の関東大震災の時に焼け落ちてしまいました。吾妻橋です。この橋は昭和6年に架けられたものです。この橋から眺める東京スカイツリーとアサヒビール本社の銀色のオブジェ、その横にあるビールジョッキをかたどったビルは現在の浅草名物の一つです。こちらは
隅田川越しに浅草方面を撮影したものです。これが松知山正殿です。この橋が山谷堀にかかる今戸橋。橋の右にあるこの建物が有名楼という料亭です。随分と景色が変わりましたが、多分この辺りからだと思います。私の後方に見える青い三角の屋根が2つ並んでいるところが松知山正殿です。パワースポットだそうなので行ってみましょう。じゃあ、間もなく到着いたしますよ。はい、お疲れ様でした。こちらが有名な松知山正殿さんですね。はい、出世と、あとは金運と子育てにご利益があるというふうに言われているそうですね。はい、じゃあこちらで一旦到着させていただきます。これは松知山から隅田川方面を撮影しています。私が先ほどいたのはこの辺り。この建物が料亭の有名楼です。上流階級のお客さんがほとんどで繁盛していたそうです。お菊という女性が経営していて、朝野新聞の成島隆北は彼女のことを随筆で褒めたたえています。これが今戸橋。下を流れる山谷堀には新吉原遊郭で遊ぶお客さんを乗せたチョキ船が行き来していました。こちらが松知山正殿の本堂です。松知山は標高10メートル、東京で一番低い山ですが、西暦595年に突然地面から湧き出た霊山だそうです。その時、金色に輝く龍が舞い降り、その6年後に大正寛義天が降臨し、暑さと飢えに苦しんでいた人々を救ったと言われます。霊験新たかなお寺です。明治時代の浅草はいかがでしたでしょうか。次回は第6話、京橋区の部です。銀座周辺をご案内します。お楽しみに。